こんにちは、パトンあきこです。9月5日朝7時、今日から無事に子どもたちは学校に通い始めることができました。1ヶ月遅れての新学期ですが、この美しい朝焼けを見ながら運転していると、ここまで来るのにいろんなことがあったけど、こうやって子どもたちが無事に良い学校に通うことができて、とてもありがたいなぁと感謝の気持ちが湧いてきます。はい、子どもたちを学校にドロップオフしてきました。7時半にドロップオフしたら学校で朝食が食べれて、8時から学校が始まる感じなので、シェルターにいる間はね、学校でね朝食が食べれるのでありがたいです。この学校はリュックとかがなくって、学校にあるものを使うっていう感じみたいです。私はね日本で育ったので、毎日ランドセルを背負って学校に行ってたので、違いがね面白いなと思いました。で、制服もなんか色だけが決まっていて、白か紺か水色かな、確かのものだったら何でも着ていいっていう感じで、アイラとアイリの服はドネーションされた服もらったので、それを着せています。子どもたちは学校に初めて行くということで、楽しみ半分あるし、ママと離れるのが悲しいっていうことも言っていました。子どもたちは保育園とか幼稚園とか行ってないので、私から初めて学校に行くっていうのが初めてなので、慣れてくれるといいなと思っています。昨日まで子どもたちはダディとグランマの家にいて、でグランマがこんなこと言ってたよっていうのを話してくれたんですけど、グランマがあなたのお母さんはレイジー怠け者だからホームレスなのよって言われたんだみたいなことをアイラが話してました。夫とグランマの意向で、夫の連れ子の12歳の連れ子のがホームスクールにしたいということで、学校のカリキュラムを私はずっとホームスクールしていました。プラスアイラとアイリとベイビーノアのお世話をしながら、4人の子供たちが1日中24時間家にいて、ベイビーを抱っこしながら12歳のその子と7歳のアイラをホームスクールしてたんですけど、ある日いきなり家を出ていくように言われて、で私がホームレスになったのは仕事をしていない私が怠け者で仕事をしていないからって言われるのは、全部私のせいって言われるのはちょっと理不尽じゃないのかなって思いました。ちょっとまた愚痴が出てしまったんですけど、こんなこと言ってもしょうがないのでね、私はね昨夜も子供たちがベッドバグに噛まれないようにずっとねベッドの隣に座ってベッドを見張っていたので、一睡もできていません。ベッドバグがねベッドの上をこう歩いてるのを見ると、ライターでジュッて焼くみたいなことを一晩中してました。ベッドバグって潰しても潰れないんですよ。なので本当ライターで焼くしかなくって、見つけては焼くみたいなことをねずっとしてました。ちょっと今から教会の人がね、取ってるホテルがまだあと、木曜日まで大丈夫なので、今日火水木あと 2,3 日3日かな大丈夫なので、ちょっとホテルの部屋に行って仮眠を取りたいと思います。仮眠を取った後にベイビーのお昼をホテルで作って、その後ねオクラホマ州の、DHS の人とちょっと話してみて、ノアの保育園の費用の支援をどれぐらい受けれるのかというのを話してみたいと思っています。ではホテルの方に向かいます。ホテルでお昼寝したかったんですが、ベイビーノアが寝させてくれませんでした。はい、ベイビーのいるママはお昼寝なんてできません。ではね、昨日私が食べたガーリックシュリンプを材料が残ってるので、ノアにも作ってあげたいと思います。そういえば昨日テイラーの友達と話したんです。テイラーはみんな覚えてるかな？前回と前々回のエピソード22、23で出てくる私の車の修理をしてくれたメカニックさん。テイラーのお友達がすごい人で、私の状況を助けてくれるって言ってる人です。その人、D さんと直接電話で話したら、なんかもやっとしたんです。なんか引っかかるところがあったんですよね。私はホームレスになっていろんな人から助けをもらっているんですけど、人助けの仕方を知っている人は必ず最初に聞くんですよ。あなたは今何に困っていて何が必要ですかってね。でも D さんは会話の一番最初から私の夫の情報だとか
私たちの情報を聞いてきたんです。だから私も、なんでその情報がいるんですかと聞き返したら、そんなその必要はないけどねみたいな、すごい話をそらされたりして、その後自分がどんなにすごいことができるのかっていう自分の話ばっかりで、確かに彼が言ってることが本当ならすごく魅力的な話なんです。本当にそんなことができるのならどんなに楽になるだろうって考えちゃうんです。でもやっぱりクエスチョンも残ってて、明日教会の食事会があってミスキャットに会うので D さんのことを少し相談してみようと思います。はい、DHS の方と話しに来ました。 DHS オフィスの彼女によると、まず DHS からデイケアのサポートを受けるためのカードを発行してもらうこと、そのカードで低所得者、シングルマザーなどは未就学児の子供を預ける金銭的サポートが受けられるそうです。デイケア代は高いのでこれはとても助かります。2、次にカードの発行をしてもらったら政府の補助金が使えるデイケアを探し、空きを見つけること。ベイビーノアの預け先が見つかったら、そのデイケアの施設からコントラクトナンバーをもらい、それを DHS に知らせること。DHS にナンバーを伝えて初めてデイケアのカードが使えるようになるそうです。 DHS はいつも混んでいて2時間待ちました。そして今空いているデイケア先を見つけるために DHS にもらったリストに電話しまくっています。結局この日は20件ほど電話しましたが空きは見つけれませんでした。デイケアってかなり質が悪いところもあると聞くので、もし仮に空きを見つけたとしても環境が良くない場所であるとか何か理由があって空きがあるのかなと思うととても心配もあります。正直ね。9月の6日水曜日、学校2日目の朝になります。ベッドバグは明るいところが苦手みたいなので、夜はねずっと電気をつけています。子供たちの隣に座ってずっと監視してます。子供たちがベッドバグに噛まれないようにね。で、たまに赤いちっちゃいベッドバグがトコ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 ってね、シーツの上を歩いて子供たちの方に向かってるのが見えるんですよ。なので見えたらライターでジュッと燃やしてます。で、子供たちがねしっかり眠れるようにね。でもね、私は正直寝不足が結構辛いです。で、今日はこれから学校に子供たちを送りに行ってまたベイビーノアのデイケアのリストをね片っ端から一つずつ電話して空きを見つけたいですね。では今日も今から支度をしてきます。今日は学校2日目の予定だったのですが、長男のアイラが学校に行く前に嘔吐しました。初めての学校はとても楽しかったと言っていたのですが、嘔吐しているので今日は休ませることにしました。アイリも念のためプリスクールを休ませました。今日は子供たちとホテルでご飯を作ってゆっくりしたいと思います。朝嘔吐したので何かウイルスでも学校でもらってきて体調を崩したのかなと思っていたのですが、唐揚げチキンが食べたいというので作ってます。食欲もあるし元気そうなので明日は学校に行かせようと思っています。そして今日の夜はこのホテルを手配してくれた教会の食事会があるので行ってきます。梅干し酸っぱかった？はい。チャーチの食事会に行ってきてミスキャットと話したんですけど、ミスキャットは It doesn't sound real と言っていました。昨日の時点でミスキャットにテキスト、メールを
して D さんのことを相談してたんですけど、ミスキャットがね D さんと直接話してみたいというので D さんに許可を取って、ミスキャットに電話番号を渡して、具体的にどういうふうに私たちを助けようと思っているのかっていうのを聞いたりとか、いろいろ話したそうです。正直ね、ネイティブの細かい英語のニュアンスとかわからなかったりするので、ネイティブのミスキャットがそういう風に話してくれることはすごくありがたいですね。本当に助かります。で、ミスキャットの見解としては、彼が言ってることは本当のこともあるし、でも大きく言い過ぎてることもあるような感じもするし、彼が言うように彼にはたくさんのコネクションがあるっていうことも本当っぽいけど、もうちょっとその彼を信じて、ステップフォワードするには、もうちょっとね、彼についての情報を得て検証してみる必要があるんじゃないかなっていうことでした。なのでね、D さんのことは少し保留にしておいた方がいいかなと思っています。テイラーと D さんについての詳細はエピソード22、23を参考にしてみてください。で、今日チャーチでもね、いろんな人をちっちゃいチャーチだからみんな知り合いみたいな感じで食事をしていていろんな人と話すんですけど、子供たちのね服をもらったりとか、いろいろな人を紹介してくれたりとか、仕事をねいろいろ探してるってことも言ったら、みんながちょっと知り合いとかに当たってみるねって言ってくれたりとか、そこにコミュニティがあってすごくみんなで助け合っているんだなっていう感じの教会です。すごくいい教会ですね。という感じです。今夜は門限が7時なのでシェルターの方に帰りたいと思います。9月7日木曜日、アイラは昨日の朝吐いたけど一日中元気だったので、今日はまた学校に行かせようと思います。はい、子供たちをドロップオフした後に、この学校のちょっとうるさいからエンジン切りますね。この子供たちの学校のカウンセラーのミス・メルドルムっていう先生と話してきました。この学校はね、ミス・キャットが昔働いていた学校なので、彼女は学校の先生たちも校長先生もみんな知っていて、でミス・キャットからその学校のカウンセラーのミス・メルドルムの方に連絡が行ったみたいで、私たちのことの状況を話してくれて、しっかりテイクケアするように言われたみたいです。ミス・メオドルムに今あなたは何が困っていて何が必要なのかって聞かれたので、今ノアのデイケア先を探しているんですけど、なかなか見つからないことと、ノアのデイケア先が見つかり次第私も仕事を見つけたいので働き先を探していることを伝えました。そしたらね、OK 分かったと言って、学校からすぐ先3分ぐらい行ったところの近くのデイケア先に電話してくれて、そこでね、なんとノアの受け入れ先がそこに決まりました。私がね、もう20件以上ずっと電話し続けても、全然受け入れ先が見つからなかった苦労は何だったのかってぐらい速攻決まりましたね。彼女がね、そのデイケア先の方と話してる電話の内容が聞こえてきたんですけど、結構プッシュしてました。メス・メルドルムが、なんか最初人数がもういっぱいでっていうこと断られてるっぽいなーって、その会話を聞いてて思ってて、でもねみたいな、彼女たちはこういう状況でみたいなことを説明して、なんかすごいその後プッシュしてて、で最終的に許可をノアを受け入れていいよってことを言われたみたいで、聞いてて面白かったです。なんかそこのデイケアのオーナーさんは、その先生っていうか学校とずっと昔から付き合いがあるところみたいで、そのオーナーさんもめちゃくちゃ素敵な女性だからっていうことをすごく言ってくれて、もうね、そのオーナーには全信頼を置いてるし、学校からもめちゃくちゃ近いから、あなたすごくラッキーよ、そこに入れてってすごく言われたので、よかったなと思います。もうね、ミス・キャットもミス・メルドルも本当に何度も言うけど、本当に感謝しかありません。今日は教会の方が手配してくれたホテルの退出日なので、荷物をすべて車に詰め込んでいます。
ホームレスシェルターはキッチンがなく食べ物の持ち込みが一切禁止なこと、Wi-Fi も使えないこと、そしてベッドバグが出て夜眠れないという問題があり、ホテルの部屋は昼間の仮眠であったり、子供たちのご飯を作ったり、Wi-Fi を使って動画編集をしたりとかなり重宝していました。やっと全部荷物を詰め終わりました。赤ちゃん片手にしてたから10往復ぐらい階段を上がったり登ったりでなかなかの重労働だった。はい。夜はチャリティーコンサートがあるので来ています。アイラは今日学校に着くなりまた嘔吐したそうです。しかし嘔吐後は何もなく一日を過ごしたと言っていました。ウイルス性でもなさそうだし、どうしたものかちょっと様子見です。さっきコンサートの前にホームレスシェルターの夕食を食べに食堂に行ったのですが、食堂に入るなりきっつい匂いにアイラは嘔吐してしまいました。そしてアイリもノアもアイラもシェルターのご飯に一口も手をつけませんでした。シェルターは食べ物持ち込み禁止なので、近くのスーパーに行ってカリフォルニアロールを買い車で食べさせました。しかし毎日スーパーのご飯を食べさせるわけにもいかないので、これから毎日子供たちのご飯をどうしようか考えたいと思います。9月8日金曜日、今デイケア先にノアがデイケアに入学するためのいろいろな資料を持っていきました。ミス・メルドルムが言ってたみたいに、デイケア先のオーナーさん、ミス・タンヤって言うんですけど、めちゃくちゃ素敵な女性でいい方なのでほっとしました。タンヤが私たちのね事情を聞いたんだけど、私に何ができるって聞いてくれて、ここで働かせてもらえないかってことを聞いてみました。そしたら、経営はね、旦那さんと一緒にしてるので、ちょっと今夜ね、夫の旦那さんの方に、話してみるね、ということを言ってくれて、もしここで働けたら、ベイビーノアもいるし、いいかなって思っています。あとね、ミスタンヤが帰り際に、ガソリン代、あなた受け取りなさいっていう風に、封筒を渡してくれて、封筒の中身さっき見たら、ガソリン代とは言えないというか、ガソリン代以上のお金が包まれていて、本当にね、結構ホームレスシェルターから学校まで高速使って20分ぐらいあるから、ガス代がかかるんだけど、すごくありがたいですね。で、今日は、デイケアでもらった資料を持って、また DHS の方に最終的に、このデイケアに決まりましたという資料を提出しに行ってきます。で、DHS はね、毎回2、3時間待ちがあるので、ちょっとね、大変なんですけど、ノアがデイケアに入るための全てのペーパーワークが終わるということでね、もうやるしかないですね。で、その後子供たちを学校からピックアップして、今日は、明日から週末になるので、子供たちをグランマとダディのお家にドロップオフしに行ってこようと思います。では今日は見てくださってありがとうございます。この動画が面白ければいいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。